今よりも一歩幸せに、どうも釣りって学べるです。今回は冬メバリングのポイントを解説していきます。冬は釣り物が少なくなる時期にもなりますが、たとえどんなに寒くても釣りがしたい皆さんですよね。メバルはそんな冬が絶好の時期になります。それではいつものように結論から見ていきましょう。ボトムは抱卵個体。表層は1歳から2歳。産卵時期は表層狙い。終盤は適水温を求めて、身近な海で釣れる。コメント欄で冬メバルの思い出やおすすめルアーなども募集しております。この動画が冬メバルの情報交換の場としてご活用いただけましたら嬉しいです。メバル最高とか釣れませんなどの一言でも大丈夫です。ということで本日の目次です。冬メバルの特徴。冬メバルの生息範囲。冬メバル前半の狙い方。冬メバル後半の狙い方。冬メバルの場所選び5選。この5つについて解説していきます。動画の最後には特典パートとしてメバルの美味しい食べ方をご紹介いたしますので、最後までご覧いただけたら幸いです。まず本編に入る前にメバルについて少しだけ触れておきましょう。メバルは12月になるとスポーニングといって産卵の時期に入り、2月頃まで続きます。また、この時期の水温がメバルの適水温にもなってくるため、比較的簡単に釣れるようになってくるわけです。しかし、簡単に釣れるといっても、いくつかポイントがありますので、一緒に確認していきましょう。メバルについては、こちらの動画でも解説していますので、ぜひご覧ください。それでは本編に入ります。はじめに、冬メバルの特徴について解説していきます。まずは、小さなメバルと抱卵個体の釣り分けについて詳しく見ていきましょう。メバルの活性が上がる夜をベースとして進めていきます。12月に入ると、メバルは産卵を意識した行動に入り、2月頃まで続くと冒頭で触れましたね。産卵は基本的に藻が茂っていて、駆け上がりなどのブレークが近くにあるポイントで行われるようです。一般的にメバルは3歳で成熟し、その大きさは15センチメートル程度と言われています。つまり、成熟したある程度のサイズのメバルは産卵のため深い藻場に集まるというわけです。次に、冬メバルの生息範囲について解説します。先ほど解説したように、比較的大きめのメバルはボトムに移動し、ほとんど見かけなくなります。すべてのメバルがボトムに移動してしまうのでしょうか？実はそうではありません。冬といえども、表層には月や常夜灯などの明かりにプランクトンや小さなベイトが集まってきます。そこでまだ産卵が絡まない1歳から2歳の成熟していないメバルがその餌を求めて集まってくるわけです。皆さんも若かりし頃に食べ盛りの時期はありましたよね。そのため、この時期はよく釣れるけど、生後1歳から2歳の12センチメートルほどのメバルになるということですね。次に、冬メバル前半の狙い方について解説していきます。冬メバリングでは、ボトム付近の大物を狙いたいところではありますが、抱卵個体が釣れてしまう恐れがあります。型は小さくなりますが、資源保護のためにも1歳から2歳のメバルが多くいる
表層付近で楽しんでいただけましたら幸いです。メバルは産卵から成熟するまで3年かかります。そこから20センチメートル程度に成長するまでさらに2年、生まれてからトータルで5年はかかるわけです。我々もいきなり大きくなる人なんていませんよね。成長速度が比較的遅い魚になりますので、メバリングを進めておきながらなんですが、抱卵個体のキープはほどほどにお願いいたします。次に、冬メバル後半の狙い方について解説していきます。先ほど表層に集まるベイトの話をしましたが、それでも2月頃の終盤ともなると、海水温の低下で表層でもメバルの数が少なくなってきます。そんな時は、温排水など少しでも水温の高いポイントを探すことでメバルに出会える確率が上がるはずです。冬から春にかけてメバルの最盛期ですが、釣れない時間帯もあります。そんな厳しい中でも釣果を出せるヒントがここにあります。ぜひ一緒に合わせてご覧ください。そして重ね重ねのお願いにはなりますが、メバリングをこれからの世代につなげていくためにも、抱卵個体のリリースなど資源保護にご協力よろしくお願いいたします。それでは最後に冬メバルの場所選び5選について解説していきます。ポイントを制するものはメバリングを制すると言ってもいいほど場所の選定はとても重要です。メバリングに特化した釣れる代表的なポイントを5つご紹介いたします。1つ目は常夜灯です。メバリングのポイントで真っ先に思い浮かぶのが漁港や堤防などの常夜灯周りだと思います。では、なぜ常夜灯周りがメバリングに適しているかというと、そこでは食物連鎖が行われているからです。先ほども触れましたが、常夜灯が海面を照らすことで植物プランクトンが集まり、それを捕食するために動物プランクトンが集まります。そしてそのプランクトンを求めて小魚が集まり、小魚を餌とするメバルも集まってくるというわけです。我々も食物連鎖の一員ですから、常夜灯の周りに集まるということですね。二つ目に敷石を解説していきます。人工的な石が敷き詰められている敷石もメバリングには最適です。なぜなら身を潜める隙間がたくさんあるからです。人も隙間とか端っことか大好きですよね。さらに敷石は辺り一面幅広く作られていることが多いので、メバルの魚影が濃い場所と言えるわけです。そのため、一箇所を集中的に狙うよりも、広く探っていくことをお勧めします。しかし、ここで一つ注意点。それは、敷石周りは水深が浅いポイントが多く、根がかりしやすいということです。そのため、慣れるまではワームをあまり沈めず、表層から表層直下程度までのレンジを探った方がいいでしょう。メバルは下から上を見ていることが多く、また大きな目の視野や視力は他の魚よりも優れていると言われています。そのため、多少ルアーまでの距離があったとしても、すごい勢いで食い上げてくることもあるので、表層付近をうまく狙ってみましょう。三つ目に藻場を見ていきます。海藻が生い茂っているような場所はメバリングに最適な場所です。海藻にはメバルの餌となるベイトがたくさん集まります。そのベイトを捕食するためにたくさんのメバルが居ついているということですね。四つ目にゴロタハマを見ていきます。型狙いとしておすすめのポイントは大小の岩がゴロゴロと転がっているゴロタハマです。
水深が1メートルに満たないような場所であっても、魚影の濃い場所が多くあります。それは、ゴロタとゴロタの隙間が隠れ家となって、波や外敵から身を守ってくれるからです。さらに、ゴロタ浜には、風や波によりたくさんのベイトや甲殻類などの餌が押し寄せられます。皆さんも食べに行くより、ウーバーイーツを頼んだ方が楽ですよね。つまり、メバルからしてみると、ゴロタ浜は隠れながら効率よく餌を捕食できるポイントになっているということです。5つ目は、テトラ帯です。積み上げられた消波ブロックが並ぶテトラ帯は、メバリングを楽しむ場所の中で上位に入る絶好のポイントと言えます。積み重ねられたテトラは隙間がとても多く、メバルの格好の隠れ家となるわけです。よってメバルの量も他の場所に比べて圧倒的に多くなります。ですが、テトラの隙間を見たことがある人はわかると思いますが、めちゃくちゃ怖いですよね。特に暗い時間帯は多くの危険が伴ってしまうため、安全装備はもちろん、できれば単独行動は避けましょう。それでは今回のまとめです。12月は産卵時期のため、抱卵個体が深場に集まります。逆に表層には比較的小型のメバルがプランクトンなどを求めて集まるということでしたね。これらの冬メバルを釣るためには次の5つのポイントがおすすめです。1つ目がプランクトンやベイトなどの食物連鎖が常に行われている常夜灯周り。2つ目がメバルの隠れ家がたくさんある敷石。3つ目が餌となるベイトが集まる藻場。4つ目がサイズアップを狙えるゴロタ浜。5つ目がメバルのストック量が圧倒的に多いテトラ帯。そして2月頃の冬メバリング終盤は温排水など少しでも水温の高いポイントを探すことで良い釣果に巡り合えるのではないでしょうか。それでは特典パートです。ここではメバルのおすすめの食べ方を2つ紹介していきます。まず1つ目は定番と言っていいでしょう。それは煮付けです。メバルは根魚のように身がしっかりとしていて旨味が強い魚です。そのため甘辛く煮付けたメバルはご飯が止まりません。そして2つ目は個人的に大好きなのが唐揚げです。背びれの両側から中骨に向かって切り込みを入れてじっくりと火を入れることがポイントで、カリッとふわが同時に楽しめます。他の食べ方についてもぜひコメント欄で教えていただければと思います。本日の授業は以上となります。冬メバリングの授業が今後の釣果アップや資源保護の参考になれば嬉しいです。釣りって学べるにはディスコードを使った釣りコミュニティ釣りシティもございます。ジャンル問わず釣り好き同士が集まる仮想都市を目指しております。動画内の釣果報告などもこのコミュニティで募集しています。あなたも住人となり、今よりも幸せな釣り生活を送ってみてはいかがですか？登録方法と招待リンクを説明欄に貼っております。説明の通りに操作していただければすぐに登録も終わりますので、こちらも合わせてよろしくお願いいたします。釣りって学べるは公式 LINE もございます。個別相談や情報発信の場として活用しております。こちらもリンクを説明欄に貼っておりますので、リンクをクリックして友達登録するだけなので簡単です。さらにオリジナルステッカーやキーホルダーも販売しています。
こちらも説明欄のリンクから購入ページに飛ぶことができますので、よろしくお願いいたします。釣り場でタックルボックスに貼っている人を見かけようものなら泣いて喜びます。釣りって学べるは、今よりも一歩幸せにをテーマに5つの力を身につける授業を配信しております。釣り具や釣り場を選ぶ力、潮や天候を読む力、状況に合わせて変える力、魚を釣る力、釣り場を守る力。今日が人生で一番楽しい日です。釣りは参考になることはあっても答えはありません。自分の頭で考えて行動して改善していくことが釣りの上達や楽しさに結びつくと思います。これからも釣りを学んで幸せな道を歩んでいきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。